はい、どうもってなんです。ちょっと期間が空いちゃいましたね。ちょっともろもろとね、バタバタしてまして。で、今回の動画なんですけど、自分の中で確実に季節感を捉えられてないなとは自負してるんですけど、グラタンが食べたくなったんですよね。で、なおかつチーズのね、賞味期限とかもあったので、今回は夏ですけど、グラタンを作っていこうと思います。いや、絶対暑いやろうな。グラタンの作り方自体はね、すごいオーソドックスな作り方をすると思うんですけど、この時期ならではの、旬の食材も登場しますんで、どうかね、最後まで楽しんでもらえればと思います。ということで、早速、本日も作っていきましょう。では作っていきましょうか。では早速、ベシャメルソースからと、その前に、グラタンには欠かせない牛乳とか生クリームとか玉ねぎとかそういったものを使って、まずはスープというかポタージュを作っていこうと思うんですけど、今冷蔵庫の中にね、この大量のニンニクと1本セロリが余ってたので、ちょっとこれを消費しちゃいたいんですよね。ということで、まずはここら辺の野菜関係の下ごしらえに参ります。でも早速脱線しちゃうんですけど、結構このまな板に関するお問い合わせが多くて、材質は何ですかとかね、ちょっとこの場を借りてちょっとお話しすると、こちら業務用のゴム製のまな板なんですよ。木材ではなくてゴム。なんていうか硬いゴムって感じなんですけど、木とか合成樹脂とかじゃないので、あんまり汚れがこう中に染み込まないんですよね、これ。だからよくあるこの包丁の後にこう残る黒いシミとかができにくいって感じのやつ。アマゾンとかで、まな板ゴムって入れてもらったら多分こんな感じのものが出てくると思いますんで。ただこちら、ちょっと業務用っていうのもあって、値段割と高いです、これ。まな板だけど、うん千円します。ただこれものすごく使いやすいんで、僕的にはかなりおすすめです。では本筋に戻ります。で、今回ポタージュにするので、後でこれ柔らかくなるまで煮込まなきゃいけないので、こういう向きに入っている繊維を立つようにして薄くスライスしていきます。ではまずこのニンニクこのまんまだとちょっと匂いが強すぎるので、ちょっと臭み抜きします。そうしたらここに冷たいお水、冷たいというか常温のお水、あとはこれを火にかけて一度さっと沸かしたらざるにとって、これで下処理終了で、これ同じ作業をもう一回したらね、もっともっと匂いが取れると思うんですけど、今日は1回でいいかな。そうしましたらこれを再び鍋に戻しまして、軽く浸るくらいまで牛乳、ニンニクが柔らかくなるまで煮込んでいきます。この牛乳でもね、ちょっとニンニクの香りも取れますからね。そしたらその間に別のお鍋にバター、まずは弱火で軽くバター溶かして、ここで玉ねぎとセロリ投入で、味出しのためのお塩、玉ねぎの水分とか甘みを引き出すためのお塩ですね。あとは玉ねぎとセロリが透き通るぐらいまでまず炒めて、でもやっぱこの時期7月の玉ねぎってまだ新玉ねぎっていうか、ちょっとまだ水分が多いね。結構この玉ねぎ自体から水分が出てきましたね。この玉ねぎジュースも甘くて美味しそうで、ある程度玉ねぎがこうしっとりというかしんなりしてきたら、またちょっと早いけどこのニンニクごと入れて、水分量バッチリ。ここでもしね、水分が足りんなと思ったらちょっとお水加えてもらったりとかね。とりあえずあとはこのまんまもう柔らかくなるまでずっと弱火でコトコト煮込んでいきます。とりあえず一旦30分様子見ようかな。あれから1時間ほど経過しまして、もうかなりドロッとした状態まで来ましたね。もうニンニクもこの通りで。そうしましたらこれをちょっと粗熱が取れてから文明機器の中に入れて、
そうしたら一度こちらをさっと裏ごしまして、こういったセロリとか玉ねぎのこの繊維、これを除いて、あとはここに生クリームを加えてお好みの粘度まで伸ばして、そしたら一度ここで味を見て、もう十分玉ねぎで甘みが出てますね。なので塩と、あとは胡椒だけで味整えて、最高にうまい。でもこの状態でめちゃくちゃ美味しいんですけど、もしなんかね、物足りないなと思われる方は、ここにコンソメとかね、顆粒コンソメ、そういったものを入れてもいいのかなと思いますけど、もう全然このままでいいと思います。あとはこれ一度温め直して、こういった刻んだパセリとかをね、散らして終了ですね。ではここからようやくベシャメルをと見せかけて、あともうちょっと違う作業をさせてください。今回のグラタンも具材はすごくシンプルに、こちらの玉ねぎとマッシュルームとペンネだけでいこうと思ってるんですけど、鶏肉とかエビとかも何も加えず。なのでこれだけだとさすがに動画的にね、寂しいかなと思ったので、ちょっと今回特選素材をご用意しました。こちらから岩牡蠣からし明太子ナスですね。この岩牡蠣といいナスといい、いい時期になりましたね。で、この岩牡蠣は表面をたわしでもうゴシゴシこすった後ですね。で、さすがに今回これ全部はナス使い切らないんで、多分これ1本ぐらいでいいんですよね。ナス保存するときこうやって1個ずつね、ラップでくるんで、この状態で野菜室に入れたら10日ぐらいは持ちますんで、これをせんかったらね、すぐ皮がしなしなになっちゃうんですけど、ただナスって原産国インドの野菜なので、あんまりね、寒いとこが得意ではないので、できるだけね、早く食べてもらえれば。とりあえずこの処理に参ります。そしたら塩分濃度 1% ぐらいの食塩水作って、ここにナスをちょっとさらして、このまま10分ほどちょっとアク抜きですね。あとはしっかりと水分を取って、では最後に岩牡蠣を剥いていきましょうか。牡蠣剥くときは必ずこういった手袋をつけましょうね。こういった殻で切るっていうのもあるんですけど、結構このブレードが手にいっちゃうんですよね。軍手とかこういった手袋は必須で。で、牡蠣をこう見たときに、ここが蝶番というか、ここからこうパカって開くような感じなんですけど、牡蠣の貝柱がだいたいここら辺にあるんですよ。なのでそこに向かってナイフを入れて、まずはこっちの上の殻についてる貝柱をカシャカシャ切る感じ。中にナイフ入れて、この辺りの貝柱をそうすると勝手にこう貝が開くので、ここの隙間から中を見てちゃんと貝柱全部切れてるのを確認したら、せーの。あとは同じようにしてこの貝柱の下側を切るんですけど、岩牡蠣って普通の真牡蠣と比べて結構貝柱強いので、身がボロボロならんごとね、丁寧に丁寧に。貝柱が切れたらあとこれを剥がせば OK。そしたら剥き終わった牡蠣の身に片栗粉打って、さっと汚れ落としですね。結構黒く汚れるでしょ。多分これしないと最後グラタンが黒っぽくなるかなと思いまして、あと臭み抜きにもなるし、あとはさっと水で洗い流して、潰さないように優しく水分取って、これで完成。これ盛り付けるとき、こういった感じで入ってた牡蠣を一度これくるんとひっくり返すとプリンとして綺麗ですんで。でこちらお刺身でもいける生食用の岩牡蠣なんですよ。
なのでもうこのままね、トッピングとして使おうと思うんですけど、もし加熱用の牡蠣とかであれば、生焼けが怖いので、このままお湯に通して中まで火を通した方がいいかもしれないですね。牡蠣に当たると怖いですもんね。そしたらこの子たちはまだ使わないので、一度冷蔵庫で待機。ということで散々お待たせしました。ようやくここからベシャメルソース作りですね。まずはこの玉ねぎ、マッシュルーム、んでペンネを入れていきましょうか。で、さっきはこう入ってる繊維を立つように切ってたんですけど、こっちのソースに関しては今回具材が少ないので、ちゃんと玉ねぎの存在感も残したいので、食感が残るごと繊維に従って切っていきます。しかもちょっと太めに。で、このマッシュルームを切るときは、こっちの軸じゃなくて傘が下。じゃないとコロコロしてちょっと危ないので。お、この子かわいい。双子ちゃん。しかも2ペア。まあ関係なく食べるんですけど。そしたらお次がペンネですね。塩分濃度 1% から 2% ぐらいの塩水作って、もうちょっとでね、沸いてきましたらペンネ加えて、規定の時間茹でるだけ。たまにかき混ぜてあげながら、あとはくっつき防止のオリーブオイル。これで準備完了。そうしましたら、こちらが今回のベシャメルソースの材料たちですね。こちらから生クリーム、牛乳、小麦粉、バター、ナツメグで、分量が1リッター、1リッター、200g、200g 適量ですね。で、今回こちら分量としては1対1で、合計2リットルなんですけど、小麦粉、バター、ミルク類、この比率が1対1対10から1対1対15ぐらいまでの間が多分一般的なベシャメルソースの比率になるかと思います。で、特に狙ってるわけでもないけど、今この YouTube 界で流行ってるバター1本シリーズみたいな感じになっちゃうんですよね。まあいいや、とりあえず一度こちらをベシャメっていきます。で、今回のベシャメリ方なんですけど、まず先ほどのこのバターで、こういった玉ねぎとかマッシュルームとかを炒めて、で、粉打って、で、ミルクで伸ばすっていう方法があるんですけど、てか多分これが一番一般的だと思うんですけど、今回何分量が量なので、ちょっとバター追加で、こちらで玉ねぎとマッシュルームを炒めて、一度取り出して、で、先ほどのバターとか小麦粉を使って、まっさらなベシャメルソースを作って、で、後ほどマカロニも全部含めて合体にします。ということで、ある程度バターが溶けてきたら、玉ねぎとマッシュルーム加えて、軽くしんなりするくらいまで炒めていきます。炒めすぎると玉ねぎの食感がちょっとなくなっちゃうので、あくまでちょっとしんなりする程度って感じかな。玉ねぎがいい感じにちょっと透き通ってきたら、一度取り出して、続いて再びバターとごくごく弱火でまず溶かして、バターが全部溶けたところで小麦粉、あとは焦げないように優しく。まずはこの段階で5、6分ぐらいちょっと炒めて、炒め終わったら一度ここで火を切って、まずは牛乳、お、来た来た。この牛乳入れると急激に重たくなるやつ。まんべんなく混ざったら再び牛乳、でもここまで来ればもうダマになる心配もないので、再び火にかけて、もちろん弱火で、残りの牛乳ガバ
で、一度火にかけるとこうやってちょっとね、ダマダマっぽくなってくるんですけど、しっかりと混ぜればもっと滑らかになりますんで。そしたらお次が生クリームですね。こんな感じで滑らかに仕上がったら、ここでナツメグ。あとは味を見ながら、塩、胡椒。で、もっとさらにこれを一度ね、こしてあげると、もっともっと丁寧な仕上がりになるんですけど、さすがに今回はそこまでせんでいいかなと思いますんで、一応これにて完成。そうしましたら、こちら以上3つを合体。これにてグラタンの下地完成。で、こちら一緒に混ぜ合わせる前のソースなんですけど、これまた後ほど使っていきますので、ちょっと残してあります。何に使うかは実食編でのお楽しみで。そしたらこっち見栄え的にこっちの土鍋に移し替えましょうか。おお、ぴったりサイズ。完璧。と言いますことで今これでもうベースと、あとトッピング3種類。ここまで完成しましたので、あとは、今日はね、これと、これと、あと、これ。本日はこちらの3種類でいきます。まず1つ目。毎度恒例のフランスのコンテチーズ。続いてがイタリアのパリミジャーノレッジャーノ。これは食べる直前に粉におろして使っていこうと思います。で、こちらが最後、オランダのゴーダチーズに、焦げな感じでトリュフを練り込んだチーズ。これ、ゴーダトリュフチーズって言うんですけど、100g あたりだいたい1000円ぐらいします。こっちは800ぐらいなんですけどね。ということで、こちらを扱いやすくまずカットしていきます。はい、チーズ完成ということで、グラタンセットの出来上がりです。では実食編へゴー。というわけで無事に完成しました。カロリー爆弾。今回は結構スペースを使うので、全体的にちょっとカメラを引き気味にしてます。ちょっと見づらいかもしれないですけど、テーブルがちっちゃいの。とりあえず食べていきましょう。いただきます。ビール解禁。やっとこそビールが飲めるね。うまっ。で、手を合わせたはいいものの、まだ完成してないので、とりあえず仕上げていきます。そしたらまず器にバター塗って、そしたらこちらはプレーンでいくので、ここにチーズと、そしたらこちらはナス盛り付けて、じゃあまだまだ時間かかるので、まだあったかいうちにニンニクのポタージュ。相変わらずうまいこれ。クルトンとか乗っけたらもっと美味しかろうね。ニンニクの臭みではなくて、ニンニクのいい香りが充満してる感じ。で、なんだろう、舌触り的にはジャガイモのポタージュみたいな感じ。一切コンソメとか何も入れてないけど、甘み、香り、風味全部揃ってますもんね、この中に。味付けは塩だけで十分と思います、これ。さて、暇や。もうそろそろいいんじゃないですかね。かなりいい感じに焼き上がりましたね。よいしょ。じゃあもうこの辺り先にこっちも焼き置きましょうか。では早速食べていきましょうか。もうこれ絶対うまいわ。もうバカほどうめえ。もうこれ何かを口にする必要がないぐらいうまいね。ちょっと食べる前にこれ食べちゃいたいな。
もうこの縁でカリカリになったチーズがバチバチにうまいんやけど。どうしようこれもっといっぱい作ればよかったな。いやもう本当にうまい。もうこれね、なんて説明したらいいかわからないんですけど、まずこのソース自体全然ダマになってないんで、舌触り、喉越しがすごい滑らかなんですよ。しかも生クリームは今回多めの割合で使ってる分すごい濃厚やし。で、これすごいシンプルなね、プレーンなんですけど、ペンネもマッシュルームも玉ねぎも、全部この中でごちゃっとなってるんじゃなくて、一人一人が主役を張ってるんですよ、この中で。ペンネのとか食べたらもちっとしてくれるし。で、玉ねぎもマッシュルームもね、火の通しを少なくしてるんで、ちゃんと玉ねぎのシャキシャキ感とかね、甘さも出てくるし。で、このマッシュルームのとこなんか、マッシュルームのコリッとした歯応えの後に、もうマッシュルームの香りが鼻からデーンって抜けていくんですよ。なんかすごい長ったらしくなったけど、一言で表すならもうゼウス。もうただひたすらにうまい。ちょっと焦げてもうたけどかなりいい感じ。もうこの時点でわかる。もうナストロットロ。なんかもうお味噌汁のお麩みたい。半端じゃなく熱い。ナスの中のスポンジ状のところに、このチーズの油分とか、それからバターとかがもう染み込みまくって、とんでもない熱量を発してますね、これ。ただ味もそれに負けないぐらいとんでもないものを持ってますね、これ。いや、うまっ。いやー、全くもって冷めんね。ずっと熱い。これはビール進むわ。そしたらお次に明太子いきますか。そしたら明太子も焼き上がりましたね。あーうまいな。やっぱ明太とチーズの組み合わせは外さんね。ここのね、表面のこう上のところ、皮のところ、ここのとこがパリッとカリッとしとって、そこを抜けると明太子の粒一個一個がもうぶっちプチなんですよ。んでチーズともよく合うし。ただちょっと塩分が強いけ、酒が進むね、これもね。あ、これ酔っ払うやつや。そしたら最後、牡蠣仕上げていきましょうか。そしたらここに大ぶりの牡蠣、ドーン。そしたらあとは同じ要領ですね。で、ちょっと思ったのが、とりあえず明太子めちゃくちゃ美味しいんですけど、こういった塊で入れるとなかなかね、馴染んでくれないね、全体にね。ちょっとほぐしてから入れればよかったな。まあそれだけなんですけど。まあこれはこれでね、皮がカリッとして美味しいんやけどね。ということで、牡蠣も焼き上がりましたね。意外と身縮まらなかったですね。もう噛んだ瞬間、この牡蠣の沸騰したこのミルク成分が口の中パーン広がったね。もう口の中デロデロ。で、冬に旬を迎える真牡蠣と違って、今回岩牡蠣なんで、真牡蠣よりもね、身がしっかりしてるというか、真ん中のこの貝柱のとこはちょっと太い繊維がこうほぐれていくような感じ。で、牡蠣のこう周りのこう黒っぽいヒダヒダのところ、確か外頭膜っていう殻を形成するところなんですけど、カルシウムとか分泌して、もうここが火が通ってもうしっこしこの食感なんですよね。で、牡蠣も海のミルクとはよく言ったもんで、もうね、陸のミルクとも相性がええね。
まあ、牡蠣のチーズ焼きがあるぐらいですからね。いやー、うまい。というところで、こちらグラタンは完食ですね。完食というか、とりあえず一旦鍋の中が終わりましたっていう感じ。とりあえず今ある分食べ終わったら締めに参りましょうか。ということで、こちらでグラタンがラストですね。もう少々お待ちください。ということで、グラタンが終わりましたので、早速締めに参ります。まずこちらのターメリックライスに、今回作ったベシャメルソース。玉ねぎとかマッシュルームとかが入ってないやつですね、これ。で、真ん中にミートソース。あとはベシャメルの上にチーズ乗っけて、あとはチーズが溶けて焼き上がりを待つだけですね。ミラノ風ドリア。でもその前にちょっと一度パセリバーっと振っとこう。いやもうこれ間違いないやつよね。でもめっちゃうまいね。でもここに来たらご飯ってやっぱいいね。もう締めって感じやね。ごちそうさまでした。いやー、うまかったね。うわ、お腹いっぱい。今回実食開始が結構ね、深夜やってたんで、途中ね、寝ちゃいましたけど、いやー、でもうまかったね。最初一口目食べた時の感動というか、驚きというか、美味しさというか、いやー、すごかった。まあ、ただグラタンってね、どうしてもバターとかね、結構油脂分多く使うんで、チーズとかも入るし、なんていうか、カロリーを感じたよね。炭水化物も多いし、やっぱり何でも美味しいものはカロリーが高いね。っていうところかな。次回は何を作りましょうかね。なんか和食が食べたい気分やな。まあまだ未定ということで。では今回はこの辺で終わろうかなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。では、バイバイ。